はい、どうも皆さんこんにちは、ポジャと申します。今回はね、今更聞けない空母の乗り方ということでね、もうみんな知ってるよね、みたいな感じで、乗ってる人は多いと思うんですけれども、でもよく考えると空母の操作って難しいですよね。っていうのを、解説していこうと思います。これをね、ごめん。この動画を見ると、とりあえず一通り操作ができるようになると思います。そこから先、戦術の話はこの動画では触れないので、それを見たい方は別の動画を、見てください。それでは、レッツゴー。はい。それではまず、戦場なんですけれども、まずね、基本操作自体を慣れるまではね、トレーニングモードか交付戦で、覚えた方がいいかなと思います。なので、まずはトレーニングモード、もしくは交付戦で出撃して、まずは基本操作を覚えていきましょう。空母は、他の艦艇と違う画面を操作します。まずは、1、2、3で飛行機を選択して発艦させます。1を使うとロケット弾、2を使うと雷撃機、3を使うと爆撃機が選択できます。まずはロケット弾からいってみましょう。1を2回押すと、こうやって飛行機の画面になります。で、飛行機なんですけど、何もしなくてもこうやって直進してくれます。はい。で、左に旋回したいときは9のキー、もしくはマウスをですね、ちょっと左に向けるとちょっとだけこうやって移動してくれます。これで左に動くことができます。次、右に旋回したいときは E のキー押すと旋回してくれます。またこれもね、同じようにマウスの画面をこうやってやるだけで、マウスをちょっと右に動かすだけでこうやって右に動いてくれます。ですので、右に旋回、すごく旋回したいときは、E キーを押しながらマウスをこうやってカメラごと動かしてあげると旋回しやすいですね。はい。逆はこんな感じですね。はい。それではその次に、スピードをいじくっていきます。W キーを押すとスピードが速くなります。これを、ブーストっていうのかな。こうやってね、ここに数字があると思うんですけど、これが飛行機の速度ですね。砲将の戦闘機は、戦闘機じゃないね、ごめん。攻撃機は111なんですけど、ブーストをすることで152まで上がります。そしてこの今ゲージが減ってると思うんですけど、減ってこのゲージがなくなってしまうと、ブーストができません。なので、このブーストをうまく使って加速したり、加速をやめたりしてください。で、と同時にですね、今 W キーを押すと速くなるんですけど、S のキーを押すと遅くなります。速くするのはね、使い方わかると思うんですけど、この遅くするとき何に使うのかっていうと、旋回するときとかに使います。普通にこうやって、さっき説明しましたね、旋回するよりも、原則の S キーを押しながら、旋回した方が急旋回できます。ミニマップわかりますかね。ミニマップ見ていただければ、この白い飛行機がどれくらい旋回していくのかわかると思います。もう一度やりますね。まず、9キーとカメラを持ってっただけの旋回がこんな感じです。はい。こんな感じです。それでは次、S キーも押してみましょう。いきますね。今度は S キーを押しますよ。こんな感じです。あんまり移動してないのがわかりますかね。こんな感じで急旋回をするときとかは、バックを使ったりします。ブーストとかはね、早く目的地に行きたいときとか使うかな。はい。それでは次、この R で見えてるこれですね。これはエンジン冷却という、消耗品なんですけど、これを使うとですね、このゲージをですね、回復できます。こうやって。で、なおかつ、これが発動してる期間は、このブーストゲージが減りません。なので、ずっと、この間は高速で使うことができます。という形ですね。これが、全共通して飛行機の動かし方となります。これさえ覚えれば、とりあえず飛行機を、自分の思うがままに動かすことができます。それでは次、攻撃方法などを、やっていきたいと思います。攻撃はですね、一回見てもらいましょう。こういう攻撃をします。準備完了、攻撃。こんな感じですね。こんな感じで攻撃をしてくれます。はい。具体的にやり方を説明していきます。まず、白い状態になったところで、クリックをすると、準備になります。そして準備期間があって、緑になると攻撃できます。クリックを押すと場所に攻撃してくれます。こんな感じですね。使い終わったら F キーを押して母艦に戻ります。ポチッ。感じです。で、今度はじゃあ、雷撃機を出していきましょう。先ほどと同じように加速 W を押すと加速します。
それぞれ加速のブーストがの使う時間が違いますね。攻撃機はすごく早く減ってすごく早く回復したと思うんですけど、雷撃機はブースト時間が結構長いです。その代わり回復が結構遅い時間かかるんですよね。なのでこの辺は使い道をなるべく考えて いかないといけません。旋回の仕方等は同じでございます。はい。で、この子の攻撃なんですけど、今、白いところやつが見えてると思うんですけど、あの辺りに向かって攻撃をします。まずは見ていきましょう。準備完了。投下。こんなような形ですね。攻撃。はい。こんな感じで雷撃を投げていきます。それでは、やり方も一緒に説明しておきます。まずは、クリックをして、準備に入ります。準備。そして準備時間が終わったら、狙いを定めてクリックをすると攻撃してくれます。はい。でここで注意点なんですけど、この扇形みたいな三角形があると思うんですけど、この範囲狭まっていきますよね。そうすると狙いがつきやすいんですけれども、何もせずに直進していれば狭まっていきますが、ここで旋回をするとかね、すると広がっていきます。旋回やめると狭まります。という形で、飛行機の攻撃、空母による攻撃は、旋回をすると範囲が広がって、直進をすると、範囲が狭くなります。ですので狙いを定めてできるだけ直進のまま投げて当てるっていうのが、理想な形となりますね。なるべく旋回をせずに当てれるようなコースっていうのを心がけましょう。はい、これが雷撃機です。最後に、爆撃機いきます。飛行機の操作は一緒です。爆撃機はですね、攻撃方法をまずは見ていきますね。はい、準備に入ります。攻撃開始。このような形で爆弾を投下して攻撃します。はい、もう一回じゃあ操作方法と一緒に見ていきます。まずはクリックをして準備に入ります。上昇しまして準備が終わります。ここからはいつでも攻撃ができます。ここまでギリギリで攻撃することもできます。はい、で先ほどの雷撃機と同じように、直進をすると狭まっていきますが、ここで曲がったりをすると爆撃機は広がらないみたいだね。ちょっとこの辺の仕様詳しくは僕もちょっとよく分かってないんですけど、基本的には旋回をすると、広がっていきます。多分準備時間中にこれ多分旋回すると広がる仕様だったっけな。ここの段階で旋回をしてしまうと狭まりがちょっと遅いのかな。高所はそんなに関係ないのかもしれませんね。でも基本的には、旋回をするとサークルが広がるということを覚えておいてください。で先ほどの雷撃機と同じなんですけど、割と直進で入るんですが、雷撃機は横の艦艇の方が当てやすいですね。こう魚雷を攻撃するんで。ただ爆撃機の場合はほぼ縦型のサークルで内で攻撃してくれることが多いですので、敵の縦から入って狙いをそのまま定めて攻撃みたいな感じが理想的ですね。はい。そして最後に、空母の操作なんですけど、もちろんこの画面で普通の船と同じように、移動することはできますが、この操作は、飛行機を操作しているときにはできない操作となります。じゃあ普段はどうするのというとですね、飛行機を発艦しているときには M キーを押しまして、この全体画面にしましてクリック、この自動航行によって母艦を動かしていきます。でこの自動航行はシフトを、こうやってね目的地を変えることもできますし、シフトをしながらクリックをするとここに行ってからこっちだよということもできます。そんな感じですね。はい、まずはこの基本操作を慣れていろいろ空打ちしてみてください。もちろんコープでも構いません。狭まったり広がったりね、シュッ、はい、っていうのをまずは慣れていってください。はい、すみません。一点ね、雷撃機について説明し忘れてたので、それだけ追加で補足させてください。雷撃機の攻撃なんですけど、ここにね、あるじゃないですか。これよくわかんないやつ。この濃いところと、緑と。これ何かっていうと、空母の雷撃機、
てか雷撃はですね、安全作動距離だったっけな、なんか、新幹作動距離みたいなのが、名前ちょっと忘れたんですけど、要するに、この範囲は、攻撃が当たっても、なんで、不発になるよっていう距離があります。で、ここです。雷撃機の場合は。だから、この範囲で当てちゃっても意味がないんですよね。だから、ここの先で当てなきゃいけません。で、もちろん当たり前ですけど、なるべく近い方が当たりやすいので、このね、制動範囲に入らないギリギリ外に、敵が来るように狙いを定めてください。すいません、それだけ言い忘れていました。はい。これで言うと、今、この辺ですね。この辺が敵に行けるように投げるって形ですね。はい。はい。それでは、ある程度操作に慣れたら、コープ戦で敵の攻撃を敵の攻撃を練習してみましょう。まずは、1、2、3のどれかを 2回押しまして、飛行機を発艦させます。まあ、その間に母艦の移動でも練習してみましょうかね。どこに行こうみたいなのを決めておいてください。あとですね、さっき説明し忘れたんですけど、この画面でも飛行機を動かすことはできます。例えばこの画面のまま E を押すと飛行機は右に曲がってくれますし、この画面のままQ キーを押すと飛行機は左に曲がってくれます。W キーを押せば速くなりますし、S キーを押せば遅くなります。この画面でも飛行機の操作は可能です。はい、で、あと攻撃の間隔、距離の取り方なんですけど、これは正直ちょっと、説明するよりも見て慣れていった方が早いと思います。まずは駆逐を狙ってみましょうか。一度距離を取ります。そして、減速を入れながら旋回をしまして、で、これくらい、この白い距離、白い円のちょっと手前ぐらいで準備態勢になります。で、このまま進路上の敵に撃つって感じですね。外れましたけど。これ、あんまり遠すぎても、攻撃範囲内で攻撃できなかったり、逆に近すぎると通り過ぎてしまったりするので、この辺は感覚で慣れていくしかありません。白いサークルの、ちょっと手前ぐらいで予想進路上にこいつを置きまして、なるべく直進したまま円に入れて攻撃。当たんなかったですね。こんな感じです。ちょっともう一回やろうか。早く行きたいときは R を使うとスムーズに攻撃に行くことができます。白いサークルよりもちょっと手前で準備態勢に入りまして、でそのまま直進のまま敵に近づいて、ちょっと手前でこんな感じですね。サークルには入ってるんでしゃあないですね、これ当たんなかったのは。追っかけるときにはちょっと逆に距離取って、取りすぎたかなこれ。こんな感じで当たりましたね。これがロケット弾の当て方です。次、雷撃機いきましょう。雷撃機当てるのすごく難しいので、特に低ティアだと巡洋艦も結構、機動性がいいです。なのでまずは戦艦をね狙っていけるようになるといいかな。てかごめんなさい、ロケット弾最初から駆逐艦狙いましたけど、最初当てにくいよとか当てる自信がない人は、のっそりとした大きい戦艦から狙っていくと、練習がしやすいかなと思います。その後巡洋艦、駆逐艦っていう風により小型な船にも当てれるようにっていう感じで練習していくといいと思います。ごめんなさい。で、雷撃機、まず相手の横を取りまして、進路上のちょっと前にちょっと攻撃にラグがあるので、雷撃機はぴったしよりもちょっと前ぐらいを狙ってあげます。これくらいを狙ってあげるといいです。こうすると当たってくれますね。はい。そして反復攻撃が空母の強みなんですのでね、反復攻撃もしっかり狙っていきましょう。旋回をして準備に入って直進したまま近づいていって、敵艦の前に落とす。な感じ。これちょっと前すぎたかな。こんな感じですね。はい。次、爆撃機いきましょう。そうだな、誰でもいいんだけど、セントルイスから投げていくか。爆撃機は敵艦の後ろから入ります。で、攻撃態勢に入っ
て、攻撃を開始した。これくらいでもいいかな。こんな感じですね。当たんなかったけど艦載機を起動させる。合点。自立航行モードに行こう。よー了解。次じゃああれ狙いましょうかね。発艦させる。やはり最初不安だったら戦艦等の遅くて大きい船から狙っていきましょう。白いサークルの円の近くになったら攻撃準備態勢に入ります。でなるべく上下をしないように近づいていって、この枠を敵艦の上に当ててあげるとポンっていう形でね攻撃することができます。はい、このような形である程度攻撃当てれるよってなったらもうランダム戦にボンボン出てしまっていいと思います。正直コープ戦はやっぱり AI ですので、なんて言うんですかね、やっぱ対人とはやっぱ避け方がてか全然避けませんこの船なので、逆にコープで慣れすぎちゃうと人に当たらないっていうことになるので、あんまりそんなに練習しなくていいです。基本動作を覚えて、基本的な動きだったらできるよってなったら全然ランダム戦に僕は出ていいと思います。僕はそう思います。はい、そんな形ですね。今回の動画はこんな形でいいかな。はい、でですね、今回砲章だけで説明をしていきましたが、イギリス空母、アメリカ空母で爆撃機の仕様がちょっと違ったり、ロケット弾のちょっと数が威力が違ったり、それぞれちょっとした、違いがありますが、基本的には、この動画で説明した、操作で困ることはないかなと思います。操作自体はね、また戦況判断とはまた別になってくるので、またそれがもし、欲しいよっていうことがあればコメント等でいただければ、追加の動画とかも出していこうと思いますので、ぜひぜひこの動画が役に立ったよとか次回作が、気になるよっていう方は、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、みんなもねレッツエンジョイウォースということで、また次の動画生放送でお会いいたしましょう。ポチャでした。バイバーイ。敵艦への攻撃を開始した。艦載機が攻撃を受けている。目標座標に到着。敵巡洋艦を撃沈。艦長、次の指示を。